なんだよ、やっとこっからなのに、ようやく借金も返し終わってやっとこっからなのに殺してやろうと思ってずっとずっと思いますよね。10周年迎えた年なんですよ、コロナになったのが。やっぱり寿司握るの好きなんだなって、今日は何人ぐらい来るんですか、お客さん。今日は後半8時から貸し切りなんで、その前に2組だけ入れました。もう1人だともうそれが限界。そうですよね、結構お客さんとかに1人だと逆に気楽でいいでしょって言われますけど、いやそんなもんじゃねえ地獄でなんか女性の寿司弟子とかどうですかね。いや僕全然 OK なんですよ。なんかこの前もなんか女の子から職人募集してませんかとか言って、めっちゃいいじゃないですか、はい、女の人いるといいかなと思う。絶対いいと思いますよ。出身は東京青梅市、幼少期は、変わり者っすね。変わり者でした。うち両親銀行員で、姉も結構真面目で、厳しい家だったんですけど、なんかその型にはまりたくない、狙ってやってたわけじゃないですけど、なんか人と同じことが嫌いっていうのはありました。もうその頃からあったんですねありましたね。だって小学校4年生ぐらいから僕ランドセルとか背負ってないですもん。いたそういう子。当時トレンディードラマ流行ってたんで、大学生とかがこういうテキストをこうブックバンドっていうんですか、あれで小学校行ってました青梅市で私立行ったんですけど、中学校でアーチェリーをやってました。アーチェリー、なんかこう和のテイストがあるものが好きなので、弓道をやりたかったんですよ、でも弓道がなくて、とりあえず似てるからやっとくかな、でアーチェリーやって、2年半ぐらいですよね、真面目にやってたの、ちょっとそれから道それちゃったんでありがちなちょっと不良グループに所属をっていう感じ。その時っていうのは親御さんどんな感じだったんですか。結構完全犯罪をしてたんで僕は、学校終わってすぐ家帰って、でやっぱ親父真面目なんで寝るの早いんですよ、でね、親父が寝てから終電で渋谷まで行って金回り良かったんで、そうでしょうね、なのでタクシーで青梅まで28,000円とか当時で朝部屋から出て起きたふりして学校行ってとかやって。なるほど。じゃあその辺のカムフラージュは。そうですね、だから親は男の子にありがちなぐらいかなしか思ってなかった。なるほどね、そのグループが本格的な方になっちゃったんで、だからこのままいたらもうそっちの方にここに行っちゃうからと思って、高校に入るタイミングでちょっとその人たちと距離を置いて、ある程度ちゃんとした、でももう勉強はしてなかったですよ、めちゃめちゃバカです。それ大学の付属だったんですけど、大学の推薦ももうもらえないぐらいになってたんで、学校の中でも推薦もらえない人って、どうせお前ら大学行かねえんだろみたいな、もう別の、なるほどね、腫れ物の存在になるんでだから逆にそれが僕の元々の性格に合ってたんで、自由に学校行って自由に帰ってました、大学は受験したんですか。一応しましたね。浪人もしました。そうなんですね。で浪人してる時に若干こう学費の足しにでもなればいいかなと思って、バイトしたのが飲食店でっていうところからですよ、なるほど。もともとでも小学校の卒業文集ってさ、将来の夢コックさん書いてたんですよ。なんか母親が仕事昼間なんか出かけ外に出て始めた時に、これが置いてあるから作っといてみたいな。ですごい厳しかったんで、うちそもそも食事の概念がもう出されたものを迅速にきれいに黙って食べるっていう感じだったんですけど、
炒めてそのチャーハンの素を入れればできるっていうのをやった時になんか自由を得た気がしたんですよ、食事に対して、でそこになんか冷蔵庫の中の余りのなんか食材ちょっと勝手に切って入れたりとかして、あなんか楽しいと思ってなんかバイトなのに厨房入れてもらってたんですよね、初めて1から10まで料理作らせてもらったのを、こうお客さんが食べるのをこういうのれんの隙間から見るわけですよ、その時になんか刺さったんですよね、受験勉強しててもこれ何の役に立つのかなと、結果が出てこないじゃないですか、料理作ってお客さんが食べるって結果が分かるじゃないですか、目の前ですもんね。でなんかすげえ刺さって、カウンター商売だと目の前だし、で頭超バカだったんで、シャリと魚くっつけてはできないみたいな、なんかフレンチとかって難しそうじゃないですか。まあそうですね、ちょっと分かりづらいですね、ソースとか、ピューレどうのこうのとかね、当時は魚と米じゃん2個じゃんそうだ、2個で料理になるんだ。フレンチはいっぱいあるそうですね、寿司2個じゃんっていうので、寿司屋になりたいなと思って。へえ、そうなんだ、でも専門学校それから入るんですけど、その時にはもう寿司屋になると決めてました、なるほど、全学年で寿司屋になりたい人が多分5人ぐらいしかいなかった。少なかった少ないですね。当時はイタリア料理ブームだったんで、みんなイタリア、寿司屋になりたいとか料理人になりたいって思ってなくて、普通に大学行くつもりで急に専門学校行って、焦りがあって、めっちゃ実習の時とかはめちゃめちゃ一番前でやってました。ビビリなんで僕。ただなんか結構真面目にやってましたよ、専門学校。なるほど。実習は。で、専門学校卒業してからはもうそこから修行ですよ。19で20歳になる年。20歳になる年。東横線学芸大学の吉川という。いやなんかやっぱ家厳しくて、こう厳しい環境下に置かれるのは慣れてたんで、修行はまあ厳しかったですけど楽しかったですね。なんか、であと寮生活だったので、親元離れて暮らすのこんな楽しいんだ寮に帰ると寮生っていうのがいて、寮生は10人ぐらい、で仲良くやるんですか、みんなで一応。いや僕はいじめられてたんで、仲良くはないですね。僕の1個上の先輩が、僕より年齢が1個下なんですよ。で通ってた学校も同じ駅使ってる学校で、で僕の行ってる学校の方が頭が良かったから、すごく多分僕に対してなんか思うものがあったのかわかんないですけど、もうとりあえず気使わずに力でねじ伏せるしかないと思ったらしくて、多分それでめっちゃ交際つけられて、それを覚悟の上で言ってましたし、そういうもんだろうなと。ただ尋常じゃなかったです、いじめが。あ、そうですか。殴られたりとかはないんですよ。もう女みたいなやつだったんで、口で要はその寮生みんな囲い込んで、僕だけハグにして、で例えば休みの日みんなでバーベキュー行こうぜ出たとか、休みの前の日に行ってなんかみんなで飲み行ってカラオケ行ってとか、で僕は誘われてないから寮に行ってで、もう寝てるじゃないですか、そうするとみんな酔っ払ってドタドタドタって入ってきて、いやーみんなでやると楽しいなっていうのをやられたりとか。なるほどね。結局そういう生活どのぐらい続いたんですか？板前になったら要は握りを握れるようになったら寮を出なきゃいけないっていう、なんとなくのルールがあったんです
ですけど、僕10年間ずっといましたんで出てけって言われてたんですけど、でもそのいじめてた先輩は、はい実家が寿司屋なんで、はい、僕が5年目か6年目ぐらいの時にもう実家に戻ったんですよ。あ、なるほど。なのでそっからはもういじめなくなりましたけど、でも5、6年耐えたんですよそれ。耐えましたね。結構ですよ。殺してやろうと思ってずっと思ってましずっと思いますよね。その今でも思いますよ。でもいじめてる本人って怖いから、市場でたまに会うんですよ、はい、そしたら「おー」とか言って声かけてくるんですよ。苦しかったっすけど。そっか、豊洲に集まるんだいますもんたまに。あ、そうですか。出刃包丁って鋼じゃないですか。はい。鋼の包丁を使うと味が美味しくなるんですよ。はい。美味しくなるんですけど、ピークが一瞬なんで、うん。今は使わないで、なんかその味の変化のスタートをさせないっていうことですね。なるほどなるほど。はい、その出刃包丁の金属が反応するってことで。そうです。でステンレス、こっちはステンレスなんで、ステンレスだとそれがスタートしないんですよ。だからスタートさせないで下ろして切り付けした時にスタートするようなイメージなんで、このタイミングでは鋼の包丁は使わない。例えば今下ろしてる段階で鋼使っちゃうと、はい、その味と香りが乗っかってくるのが始まっちゃうんですけど、はい、多分その始まったらそれがずっと例えば握りの時までキープできないんですよ。あ、そういうことか。多分 2,30 分で終わっちゃうと思うんで。なるほど。だから切り付けして、なんかある程度握り前に切り付けするじゃないですか。そのタイミングでスタートさせるっていうのが一番味が乗っかってくるかなっていう感じですね。なるほど。はい、すごいマニアックな話ですねこれそうですねこんなの考えてやってる人いないと思う。いないですね。はい、なんか本当に遠藤君がそれ同じこと言ってたの嬉しかったですね。同じこと思ってる人いるわで10年10年10年、はい、それってもうずっとここにいよっかなっていう感じなんですか？一番最初のお店で10年修行するって決めてたんですよ。なるほど、なんかもう多分辞めたらダメだろうと思って、でなんとなく10年一区切りとかっていうのを言われてたので、はい、じゃあとりあえず10年やろう、なんかもともとは吉館みたいな町場のお寿司屋さんのちょっと高級バージョンみたいなのをやろうと思ってたんですけど、やっぱ修行していくうちにちょうどなんか寿司ブームの先駆けじゃないですけど、要は高級路線のお任せっていうものができて、コースみたいな、っていうのができ始めた時で、それを見ててなんかこっちの方が面白そうだな、8年目9年目ぐらいからそういうお店で次学びに行きたいお店をなんとなく考えてたら、行ったり食べ行ったりとかして、で中村見つけてって感じですね。はい、自分の一番下にフィットしたって感じなんですか？そうですね、とりあえずもともと中村の方は寿司屋の修行経験がほとんどというのはないんですけど、だからめっちゃ美味しいんですけど、分析ができないんですよやっぱ10年ある程度やってたんで、他の店行っても美味しいけど、多分これこうやってやってんだろうなとかって分かるんですけど、中村の方のお寿司食べた時にとりあえず美味しいけど何やってるか全く分かんなくてでその中身を知りたいなと思って、っていうのがそうですね、30歳になる年、ちょうどミシュランが日本に入ってきてた2007年なんですけど、その時に親方もともと弟子取るつもりなかったらしいんですけど、ミシュランに乗っちゃって店忙しくなるし、だからちょっとそれまでおかみさんとやってたんですけど、ちょっと人手が欲しいなって言って、で要は即戦力じゃないですか、だからって言って雇ってもらえたっていう感じですね。その中村親方の握りっていうのは理解は結局できたんですか？それは本当に自分でお店やって、7,8 年経った時に、親方やりたいことってこんなことだったんじゃないかなっていうのが一旦なんかスッて入ってきたタイミングがありました。そうなんですね。それまではもう親方口下手じゃないですか、で天才なので、なんでこれこうやってんですかって言っても美味しいからしか言ってくれないし、多分
親方もそれしか分かってないんですよ、天才だから感覚でやってるんですかね、はい、だからそれをもう僕は分析するしかなかったんで、なんか今日の小肌包丁の入れ方違うなとか、今日出す順番違うなとかで全部推測をしてって答え合わせをしてってでなんとなく答えが見えてきたと思って自分のお店でそれを落とし込んでやってた結果 7,8 年やったらなんとなく親方のやってることがスッと入ってきたタイミングがあったかなっていう感じですね。まあもちろんそろそろ独立しようと思ってたのと、若干ちょっと倦怠期みたいな親方とっていうのがあってちょっと反りが合わなくなりかけた時に、僕の中ではあと半年ぐらいやってから独立しようかなと思ってたんですよ、ちょうど丸4年になるんで。でもちょっとそんなことがあって、じゃあもう動くかなと思って、34になる年ですよね、相澤さんの金目鯛はもうスペシャリテですね。みんななんでそんな金目美味しくできねえのかな川岸の油を身にそうです、移すってことですか？そうですね。別に難しいことじゃないと思うんですけどね、寝かしてあげるとちゃんとその油がうまく身に入ってくるんで、この状態でもう1週間ぐらい寝かしたので、なるほど。あとはこれもう皮引いちゃって塩して昆布を当ててくる。じゃあもう旨味が移ってる状態なんですね、めちゃめちゃうまそうな。これ美味しいっすよ。絶対うまいですね、これ食べれる人幸せだな。これこういう色になるんですか？もともとこういう色なんですか？まあ個体差ありますね。もっとなんかこれ濁ってるじゃないですか、こういう色の状態でもなんか濁ってない透明感があるやつとかもあるんで、それはもうさばいた瞬間にもうこれ使えないなと思って。濁ってる方がいいんですか？やっぱ濁ってる方がいいですね。もう使えないのは焼き物とかにしちゃいます。なるほどね、この状態最高です、この濁り方。まずやっぱり物件探すのと、あとお金を借りることですよ。うちの父親銀行員だったんで、その融資を受ける時の事業計画書っていうのがあるんですけど、その書き方とかなるほど、そういうところでちょっと得はしてます。なるほど、資料もこんな持ってったんですよ、10年間でなんか走り書きとかやったものとか、あとメモとかをレシピとか、見んのめんどくさくなるぐらいに持ってったんですよ、どうせ絶対見ないだろう、でも熱量は伝わるじゃないですか、ここ借りる時の不動産屋さんがいい人で、このお店の前の通り、この時間帯には何人ぐらい通って男女比が何人でデータで年齢層がこのぐらいの人が歩いてましたっていうのを出してくれたんですよ。でそれも結構その資料に沿って合わせてやってっていう感じでやったので、お金は無事借りれたんですけど、いやちょうど独立した時が3.11 の震災の時だったので、2011です。まあ暇ですよね。すごいタイミングでしたね、また。でもちょうど僕の中では良かったですよ。だって独立してそんなすぐ忙しくなると思ってなかったので、世の中がめっちゃ景気良くて、ワイワイやってる時に自分だけ暇だったら嫌じゃないですか。そうですね。だからみんな暇だったんで、ちょっとわかる。それだから寂しくなかったです。なるほどね。今の子たちって独立したらすぐ忙しくなっちゃって、考える時間なくやってる子が多いと思うんで、自分のスタイルを見つけられない、なんか考える時間腐るほどあってそれで今のスタイルができたっていうのがあるかもしれないですけど、前修行してたお店にはお客さんとかには言わないで僕辞めてるんで、一から全部自分の力でお客さん掴みたかったんで、言わずに独立してって感じだったんです。今年で何年目でしたっけ？今14年目。14年目ですか。逆に言うと、じゃあなんか地獄みたいなエピソードってあったりしますか？地獄と地獄じゃなきですよ。いやどれにしようかな。辛かったのと、今後お店やっていく上で、こういう気持ちでいかなきゃなと思ったのは本当コロナですよね。特に
お店始めてで、まあ、借金も返し終わって、でようやくお金もある程度どんどん増えてきてよっしゃと思ってで10周年迎えた、10周年迎えた年なんですよコロナだったのが。そうか、なるほど。10周年だってなったらコロナになってなんだよやっとこっからなのに、ようやく借金も返し終わってやっとこっからなのにまた振り出しに戻っちゃったよってなって、でもなんかそれ頭の中に入れといて10年に1回なんかあるんだろうと思うようにしようと、それに備えて今後の生活のとか、計画練らなきゃなっていうのは、まあいい教訓になったなっていうのなんですけど、やっぱコロナ皆さんでやっぱ地獄だったんですか。わかりました。なんか付け加えることありますか？大丈夫ですか？特に付け加えることですか？いや、もしワンエピソードぐらい、全然なかったね、これで全然大丈夫です。取れ高的にはもう十分ですやっぱり寿司握るの好きなんだなって再認識をずっとしますね。はい、お客さんいっぱい来てお寿司いっぱい握った時のバイクの帰り道とか、めっちゃ嬉しいっすね。今日楽しかった、今日の魚のこれ最高じゃんと思ってるのと、このカウンターのその共有してる時間、バイブス、脳汁出てます。脳汁もうぐちょぐちょですかねで帰りのバイクでマジ楽しいわって独り言言いながらバイクで帰ってきて、でもたまたま寿司選んでそれがやればやるほど自分の天職だって思えたのは、まあ、幸せだなと思います、はい。